皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise でリンウェルでシーンごとにおすすめするアクセサリーの組み合わせを紹介しようと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。主人公であるアルフェンが人気あって、しかも強いっていうイメージが高いと思うんですが、実はリンウェルも相当強いです。中でもダイタルウェーブ使ってる人多くいると思います。シリーズ恒例でいつも強い術なんですよね。私はリンウェルが仲間になってからずっとメイン操作をしています。今回はリンウェルのおすすめのスキルの組み合わせを紹介していこうと思うんですが、私はジャスト回避が苦手で、それを使わなくてもなんとかなるっていう立ち回りをしています。そのため今回のおすすめも操作している方のテクニックに関係なくできる組み合わせを紹介します。まずは雑魚専用の特化装備の紹介です。雑魚専用といっても本当に簡単に倒せるレベル、そういう相手の時の組み合わせになります。雑魚といっても体力も高いし攻撃力も高い、ああいうのを相手にした時ではないです。今画面で見てる通りミスティシンボルを使った詠唱時間短縮特化型ですね。これをおすすめします。覚えるスキルで撃破時に AG 回復っていうのがあります。これを使って AG は回復していくので AG 管理は不要で、ひたすら術の回転数を上げていくっていうのが目的です。詠唱時間が4割減になりますので、これでとにかく魔法を連発する。使う魔法は相手次第ですが AG2 の下位の魔法でも上位の魔法でも何でも OK です。自分の使いたい魔法でいいと思います。これを使った時にどんな感じになるかっていうのを実際の戦闘風景を映していきます。こんな感じですね。私は属性攻撃力がカンストしているので、基本このスタイルですね。どの敵もほぼ1発2発で死ぬので、このスタイルで戦っています。終盤まで行って鉱石集めのために昔のマップに戻って戦う、そんな時はこの詠唱時間短縮装備しておくといいと思います。続いて苦戦はしないんですけど体力が多くって戦闘時間が長くなるような雑魚戦闘の特化装備になります。そうそう死んだりはしないけど、とにかく体力が多くて長期戦になるっていうパターンですね。後半の雑魚戦闘がだいたいこのパターンだと思います。やたら硬いんですよね。ゴリ押しで倒せるけど戦闘が長引く、そんな感じになるかなと思います。装備ですけど今見てるようにヒットリング、貫通力をプラス80にして、それ以外を消費 AG 半減っていう形にしています。普通に戦っていると魔法を連発しているとすぐ AG 切れになると思います。 AG の消費が半分になることでいっぱい打てるのと同時に貫通力を上げていてクリティカルが出やすくなるので、クリティカルによる AG 回復っていう効果も期待しています。このパターンの時に注意が必要なのが、動き回るすばしっこい敵相手にダイタルウェーブとかを打ちまくってるとすぐ切れます。やっぱりダメージ与えないとクリティカルも出ないですし回復していかないので、そういう意味では動き回る相手は小回りが利く魔法を使った方がいいと思います。こちらも実際に戦闘風景を映していきます。火力が高すぎるのでアーティファクトでダメージを1にして確認していきます。こんな感じですね。クリティカルもそこそこ出て AG 切れしにくいっていうのがわかると思います。これがよく使う組み合わせになるんじゃないかなと思います。
次ですが、苦戦するレベルの敵に対する特化装備になります。油断すると死んでしまう、そんなレベルのボス戦っていう感じですかね。終盤の雑魚でボスクラスが出てくる場合もこれでいいのかなと思います。装備ですが、先ほどと一緒、ミスティシンボルですね。詠唱時間短縮の特化型になります。先ほどは簡単に倒せるから詠唱時間短縮っていう形での装備なんですが、ボス戦ではリンウェルはすごく狙われます。遠くから魔法をバンバン打ってると、そこで追っかけてきてずっと狙われます。魔法を使うためには相手との距離を離すのと詠唱時間っていうのが必要になります。この装備で詠唱時間を短縮して短い時間で魔法を打つっていうためにこの装備になります。基本的に逃げ回るので AG の管理っていうのはあまり気にしなくていいと思います。逃げ回ってる間に AG は回復していきます。この装備以外のパターンとしてメインを移動速度にするのも手かなと思います。以前の検証で移動速度を上げると劇的に速くなるっていうのがあったと思います。それを利用してとにかく逃げ回る。ステップではなくって走って逃げる。安全圏まで逃げ切ったら魔法を打つ。近づいてきたらまた逃げる。そういう組み合わせでメインを移動にして残りのサブ4つを詠唱時間短縮にする。そういうのも手かなと思います。別に逃げ切れるから移動時間不要っていう方はこの装備のように詠唱時間短縮でいいかなと思います。他の装備と違って魔法が打てなかったらそもそもゼロなので、魔法が打てるチャンスをいかに増やすかっていう意味の詠唱時間短縮になります。実際の戦闘を移したいんですが、それほど強敵になる敵がもういなくなってしまっているので、装備を変えて疑似的に苦戦するようにして戦ってみます。こんな感じですね。基本はやっぱり逃げ回って詠唱時間をいかに作るかっていうところが肝になってくると思います。続いて苦戦はしない程度のボス戦の特化装備になります。こちらはボス戦なので反撃ダメージが入りやすいっていうところで貫通力と反撃ダメージを入れています。AG 半減でもいいんですけれども、それよりも期待値的には反撃ダメージの方が高いです。先ほどと一緒ですけど、メイン効果の貫通力はクリティカルアップを狙っています。耐久力マイナス80ついてるんですけど、そもそもボス戦では何度か攻撃を食らうと、すぐ死んでしまうと思うので、あまり気にしないでいいレベルかなと思います。ボス戦では攻撃モーションがすごく長かったりするので、いつの間にか反撃ダメージが入ってるっていうことが多いです。AG 半減を使うより反撃ダメージを選んだっていうのはこういうことになります。組み合わせを作るのが大変っていう方であれば AG 半減でも全然いいかなと思います。反撃ダメージが微妙っていう場合は弱点属性の特化型を作るといいと思います。ただ4つの属性全部を作らなければいけないっていうことになってくるので、これは準備が結構大変かなと思うので、安定の反撃ダメージがいいんじゃないかなと思います。それでは実際の戦闘風景を映します。こんな感じですね。ある程度は避けていかないといけないので、魔法を使い続けるっていうのは厳しくって、勝手に AG が回復してるっていう感じになります。以上で紹介は終わります。他にもいろんなパターンあるとは思うんですけど、基本この辺でうまく組み合わせれば全然勝てると思います。アルフェンとかの近距離戦闘になるとまた全然変わってくるとは思うんですけど、リンウェルで遠距離から戦った場合のおすすめっていう形で紹介しました。他にもこんな組み合わせ使いやすいよとかがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。また今回の4つの紹介、感想があればコメント欄に残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。